皆さんこんにちは。今日も始まりました私たちの卓球ギア深掘りチャンネルへようこそ。今回の動画は本当にたくさんの視聴者様からもっと詳しく限界までマニアックに解説してほしいと熱いリクエストをいただいていた超大物企画をフルボリュームでお届けします。皆さんこんにちは。いやー、ついにこのテーマに本格的に切り込む日が来ましたね。もう楽しみすぎて昨日はラバーのパッケージを眺めながら一晩中語り合いたい気分でしたよ。今回は現代卓球におけるスピンテンションラバーの絶対的な基準、いわゆる世界基準のベンチマークとして君臨している2つのモンスターラバーに焦点を当てます。そう、バタフライこと株式会社タマスさんが開発した卓球界の歴史を変えた伝説のラバーテナジー05、そしてその限界値をさらに引き上げる正当進化系として登場したディグニクス05です。どちらも世界トッププロからアマチュアまで絶大な支持を集めている超人気ラバーですよね。でもケンジさん、私たちのチャンネルでやるからには普通のレビューじゃ終わらないですよね。もちろんです。どっちが弾むとかどっちが使いやすいといったよくあるカタログスペックの紹介やベテランプレイヤーの皆さんが感覚だけで語るなんとなくの印象で終わらせるつもりは毛頭ありません。今回は視聴者様からいただいた熱心なコメントや疑問をきっかけにさらに深く調べ上げました。物理的な構造、ゴムの分子レベルの化学配合、接着時に発生する熱力学的、流体力学的な変化、さらにはラケットの最外層を構成する木材の解剖学的な相性にまで踏み込んで科学的に、そして圧倒的な情報量で徹底近くしていきます。うわー、頼もしい。木材解剖学なんて言葉、普通の卓球ショップでも聞いたことないですよ。でもそれくらい細部まで徹底的に解剖しないと、この2つのラダーが持つ真のポテンシャル、そして驚くべき開発の真実は見えてこないってことですね。まさにテナジー05が発売されてから卓球のプレイスタイルは180度変わりました。そしてディグニクス05の登場によって前陣での高速ラリーの限界がさらに引き上げられた。この2つがなぜこれほどまでにプレイヤーを魅了し、そしてどのような物理的な差異を持っているのか、それを知ることは視聴者様が自分自身のプレーを次のレベルへ引き上げ、無駄な用具選びの迷路から脱出するための大きな道しるねになります。高い買い物ですからね、ラバーって。両面に貼ったらラケット1本分以上の値段になりますし、自分に本当に合っているのはどちらなのか、この動画を見れば全てがクリアにわかるよう、どこよりも詳しく、かつテンポよく、楽しく解説していきましょう。さて、具体的な各論に入っていく前に、まずは今回の徹底比較で明らかになった主要な発見をダイジェストで視聴者様にお伝えしておきましょう。源氏さん、今回の科学的検証の全体像をギュッとまとめるとどうなるんですか？はい。まず根本的な結論から申し上げますと、この2つのラバーは単なる性能の優劣や新旧の交代ではありません。ボールをコンタクトする時間、球持ちとインパクト時に発生するエネルギーの伝達効率の物理的設計思想が根本から異なっているんです。設計思想そのものが違うんだ。具体的にはどんな驚きのポイントがあるんでしょう？大きく分けて今回は視聴者様に3つの大きな科学的発展を提示します。まず1つ目はスポンジの微細気泡構造の劇的な進化です。テナジー05のスプリングスポンジに対してディグニクス05のスプリングスポンジ X は高度が4度高くなっているにもかかわらず物理的な変形しやすさが 14% も向上し、かつ 3% の軽量化を同時に達成しているという物理の常識を覆すようなデータがバタフライ公式サイトなどで公開されています。硬くなっているのに変形しやすい。それって打球感が硬く感じにくいっていう不思議な感覚の秘密ですね。その通り、接着層本来の反発弾性が 7.26% も低下するという実験結果があります。調布時の熱力学的なアプローチ、例えばドライヤーの温風を使うことの危険性など、物理特性を殺さないための精密な調布技法が極めて重要であることが判明しました。 7.26% の低下は大きいな。せっかく高い高性能ラバーを買っても貼り方一つで性能を台無しにしている可能性があるってことですよね。これは耳が痛いプレイヤーも多いはず。そして3つ目がブレードの湧いたの木材解剖学的な相性です。ラケットの表面に使われている琴材、リンバ材、ヒノキ材といった木材の密度や細胞構造、繊維の向きによってそれぞれのラバーとの弾性、スピン性能の噛み合い方が全く異なることが分かりました。例えばディグニクス05と琴材の上板を持つアウター特殊素材ブレードの組み合わせは力学的に最上の整合性を誇るんです。うわー、どれもめちゃくちゃ面白そう。単なるラバーの比較にとどまらず、接着剤やラケットの木材とのトータルパッケージで考えないといけないんですね。そうなんです。これらの発見のディテールについてこれからそれぞれの項目に分かれて具体的な測定データや実証プロセスを交えながらじっくりと解き明かしていきたいと思います。よし、それでは視聴者様の知的好奇心を刺激するディープな解説スタートです。まずはラバーの顔ともいえるトップシートの構造から迫っていきましょう。
それではまず、ラバーがボールと最初に接触する超重要パーツ、トップシートの設計から見ていきましょう。美咲さん、テナジー05とデグニックス05の名前に共通してついている05という数字、これが何を意味しているか知っていますか？もちろんですよ。バタフライさんが開発の段階でシートの裏側にある粒の形状や配列にいろんなパターンを試したんですよね。その中で最もスピン性能に優れていると判断されたのが開発コードナンバー05の幾何学的レイアウトなんです。大正解です。バタフライ公式サイトの製品詳細ページなどでも解説されていますが、このナンバー05の粒形状が粒の直径が 1.7mm に設計されています。さらに重要なのが、粒と粒の間隔が極めて狭く配列されているという点です。粒の間隔が狭いと、ボールが当たった時にどういう現象が起きるんですか？物理的に言うと、打球時にボールがシートにコンタクトした際、ボールを支える粒の密度が高くなるため、シート全体の変形が均一になり、ボールとシートの接触面積が最大化されるんです。これによって強烈な摩擦力、つまり凄まじい回転が生み出されます。カツオの卓球ブログさんでも、この開発コードによる粒配列の幾何学的特性の比較がわかりやすく検証されていますね。なるほど。粒が密集しているから、ボールが滑らずにギュッと掴まれるわけですね。そうなんです。もし粒の間隔が広いと、ボールが当たった時に粒が斜めに倒れやすくなり、ボールがスリップする原因になります。しかし、ナンバー05配列は、隣り合う粒同士が互いを支え合うように密に配置されているため、ボールの侵入を真正面から受けため、ゴムの復元力をロスなく回転に変えることができる。この幾何学的レイアウトこそが、驚異的なスピン性能の土台となっているわけです。美咲、粒の直径が 1.7mm。これって他のラバーと比べるとどれくらい違うものなんですか？非常にいい視点ですね。これを比較するために同じテナジーシリーズで全人カウンターや台上技術に定評があるテナジー25を挙げてみましょう。カツオの卓球ブログさんのテナジー25レビューでも詳しく解説されていますが、テナジー25に採用されている開発コードナンバー25はなんと粒の直径が 2.65mm と極めて太く設計されています。2.65 05の 1.7mm と比べると約 1.5 倍も太いじゃないですか。それって打球感や挙動はどうなるんですか？粒が太いということはシート自体が非常に強固になり、簡単には変形しなくなります。結果として相手の回転の影響を受けにくく、前陣でのブロックやカウンター、チキータなどの台上処理において驚異的な安定感を発揮するんです。しかし、自分で放物線を描くような強烈なスピンをかけるには、非常に強いインパクトでラバーを潰さなければならず、万人向けとは言えなくなります。なるほどね。粒の直径がたった1ミリ弱違うだけで、ラバーの物理的な挙動や得意な技術がガラリと変わるなんて、まさに材料工学の極みですね。05の配列がいかにドライブでの回転のかけやすさに特化しているかが、この数値からだけでもよくわかります。まさにその通りです。ジャスポのカタログデートなどを見ると、バタフライには他にもナンバー64、粒が細く間隔が広い、スピード重視など様々なレイアウトが存在しますが、その中で最もスピンとスピードのエネルギー効率が良く、ドライブに最適な弧線を描くと定義されたのが、この 1.7mm 系のナンバー05なんです。さて、幾何学的レイアウトは共通の05ですが、実はトップシートに使われているゴムの分子構造には決定的な差が存在します。デグニクス05のシートには新開発の高機能ポリマーが導入されているんです。ゴムの配合そのものが変わったと、科学の授業みたいになってきましたね。その高機能ポリマーって具体的に何がすごいんですか？物理学、材料工学的に言うと、過強密度が圧倒的に高くなっています。ゴムというのは分子の鎖が網の目のように結びついてできていますが、この結び目の数を増やすことを過強密度を上げると言います。これによりゴム全体の強度と大摩耗性が劇的に向上するんです。なるほど。網の目が細かく頑丈になったイメージですね。その通りです。これによりボールがシートにコンタクトした際のエネルギー投下効率が極めて高くなりました。従来のゴムだとボールの衝撃で分子が余計に変形し、エネルギーが熱として逃げてしまっていたのですが、高機能ポリマーは瞬時に元の形状に戻るため、プレイヤーが加えた力がロスなくボールの推進力と回転力に変換されるんです。スポカンブログさんでもこの新開発トップシートがリグニクスの爆発的な威力の核になっていると紹介されています。なるほど、エネルギーのロスが減ったんですね。でもプレイヤーにとって最も気になるのは寿命ですよ。
テナジーって性能は最高なんですけど、すぐに白くなっちゃいませんか？そうなんですよね。テナジー05は打球による摩擦や紫外線、空気中の酸素による酸化によった比較的早い段階、だいたい2ヶ月から3ヶ月ほどで表面が白っぽくなる発火現象が起こりやすい傾向がありました。これはゴムの分子チェーンがちぎれて表面が微細に傷ついている状態です。そうそう、白くなると急にボールが滑るような感じがしてドライブをかけるのが怖くなるんですよね。高いラバーだからもう少し長持ちしてほしいなっていうのが視聴者様の本音だと思います。そこを完璧にクリアしたのがリグニクス05です。サバキュースポーツさんのメディア記事やノートの卓球機材コラムでも詳しく実証されていますが、高機能ポリマーの強固な分子構造は物理的なスレに対して圧倒的に強い耐性を持っています。そのため、毎日練習するハードなプレイヤーでも発火の進行が極めて緩やかで、初期のスピン性能が長期間にわたって持続するんです。寿命が約2ヶ月から3ヶ月だったテナジー05に比べて、ディグニクス05は実用レベルで約2ヶ月から4ヶ月、あるいはそれ以上持続するとなると、張り替えのストレスも減りますし、お財布にも優しいですよね。おっしゃる通り、初期の引っかかりの良さがずっと続くということは、技術の安定性、ひいては試合での信頼感にも直結しますから、このゴム化学配合の進化はプレイヤーにとって計り知れないメリットなんです。ミサキトップシートの進化の次はいよいよラバーのエンジンともいえるスポンジの解説ですね。テナジーといえばあの強烈な赤いスポンジ、スプリングスポンジです。はい、ここからが物理学の真骨頂です。バタフライの開発者ストーリーでも熱く語られていますが、スプリングスポンジはそれまでの卓球界の常識、つまりスポンジは硬くて弾むものが良いという固定観念を完全に覆した歴史的発明なんです。どんな構造をしているんでしょう？最大の特徴は内部に意図的に作り出された比較的大きな独立気泡を無数に内包しているエラストマー構造であるという点です。独立気泡というのは気泡同士がつながっておらず、一つ一つが完全に密閉された風船のようになっている構造のことです。風船がぎっしり詰まっているイメージですね。ボールが当たるとどうなるんですか？インパクトの瞬間、ボールの重みとプレイヤーのパワーによってこの気泡内の空気がギュッと圧縮されます。気泡内の圧力が高まり、ボールがラケットに深く沈み込みます。そしてボールが離れる瞬間に圧縮された空気が一気に復元しようとする力が働き、まるで金属のバネのようにボールを強く弾き出すんです。これがあのテナジー特有のボールを深く掴む感覚と、そこからオートマチックに放たれる高い反発力の物理的メカニズムです。ミサキ、ボールを深く掴んでバネのように弾き出す。この感覚、一度味わうと本当に忘れられないですよね。自分で放物線を描くように力を入れなくても、ラバーが勝手に仕事をしてくれるような感覚。まさにそれこそが、バタフライのエンジニアたちが何百回もの試作を繰り返して発見したバネ効果の真髄です。このテナジー05に搭載されているスプリングスポンジのコードは、バタフライ基準で36度に設計されています。36度。これって現代のハイエンドラバーの中ではかなり柔らかい、あるいは扱いやすい部類に入るんでしょうか。非常に扱いやすい絶妙なコード設計です。スイングスピードが発展途上の中学生や女子選手、あるいはシニアプレイヤーであっても、軽い力でスポンジの深部までボールを食い込ませることができます。つまりバネを縮めるためのハードルが非常に低い。だからこそ、どんなレベルのプレイヤーが使ってもドライブが簡単に上がる、スピンがかけやすいと絶賛される万能の扱いやすさが生まれるわけです。なるほど。バネを縮めるのに大きなパワーがいらないから安定してその性能を引き出せるんですね。これがテナジー05が十数年経った今でも紙ラバーとして愛され続けている最大の秘密なんですね。そしてその完成されたスプリングスポンジの遺伝子を受け継ぎつつ、現代卓球のさらなる高速化に対応するために開発されたのが、ディグニクス05に搭載されているスプリングスポンジ X です。ついに来ましたね、X。響きがもう強そうですが、どう変わったんですか？もっと大きな気泡にしたんですか？いいえ、実は開発チームが選択したのは全く逆のアプローチ。つまり、気泡の細分化と高密度化だったんです。気泡を細かくしてぎっしり詰めたんですか？でも、それだと空気のクッションが小さくなってカチカチに硬いラバーになっちゃいそうな気がしますが、その通り、通常のゴムの物理法則に従えばそうなります。実際、ディグニクス05の交渉スポンジコードは40度と、テナジー05よりも4度も硬く設計されています。4度も。卓球のラバーで4度の高度差って、持った瞬間に、あ、これ硬いってわかるラベルですよね。
完全にトッププロ専用の超硬いラバーになっちゃったんじゃないですか？ところがここからがバタフライの材料工学の真骨頂。クレバ卓球さんの実打感とソフトな打球フィーリングの維持についての解説でも絶賛されているマジックなんです。気泡を極限まで微細化し、緻密に配列することで、スポンジ全体の変形の立ち上がりが非常にスムーズになりました。その結果、軽い力での打球時には、テナジー05と同等のソフトなフィーリングで食い込み、強いインパクト時には底なしの反発力を発揮するという信じられない特性を実現したんです。コード数値は40度なのに、打った感じはテナジーの36度と同じくらい柔らかく感じる、そんな魔法みたいなことが科学的にあり得るんですか？あるんです。バタフライ公式サイトのテクノロジー紹介ページで公開されている驚異的な検証数値がそれを証明しています。まず、従来のスポンジに比べて変形しやすさ、柔軟性がなんと 14% も向上しているんです。硬いのに変形しやすさは 14% もアップしているんですか？そうなんです。これによって高度40度とは思えない吸い付くような食い込みの良さが生まれます。さらに、ただ柔らかいだけではありません。反発弾性は約 3% も向上しています。食い込みやすいのに弾き出す力はさらに強い。まさにエネルギーロスを排除した究極の多孔質構造ですね。そして3つ目の驚くべき数値が、同じ高度、厚さで比較した場合、従来のスポンジよりも約 3% の軽量化を達成している点です。カツオの卓球ブログさんや TTS840 ブログさんの実測重量データの比較を見ても、カット後の実測重量でテナジー05が約 47g であるのに対し、リブニクス05が約 45g とはっきりと軽量化されていることが確認されています。ラバーが 2g 軽いって両面に貼ったら 4g の差ですからね。ラケットの振り抜きやすさや先端重心化を防ぐ上で、この軽量化はプレイヤーにとってめちゃくちゃでかい進化ですよ。ミサキ、ラバー本体のシートとスポンジの物理、最高に面白いです。でも、ここからはもっと実践的で、誰にでも関係のある接着システムの科学に入っていきましょう。ラバーをラケットにどう貼るかですね。はい、ここを軽視しているプレイヤーは本当に多いのですが、実は接着剤の塗布量や溶剤の揮発プロセスはテンション系ラバーの微細多孔質スポンジに恐ろしいほどの物理的影響を与えるんです。接着剤一つでラバーの性能が変わっちゃうんですか？激変します。現在国際卓球連盟 ITTF のルールで有害な有機溶剤を含まない水溶性接着剤の使用が義務付けられています。そこでバタフライが純正として強く推奨しているのがフリーチャック2やフリーチャック 2L です。フリーチャック2って振るとシャカシャカ音がしてすごくサラサラしたほとんどお水みたいな接着剤ですよね。そうなんです。その低粘度でサラサラしているという物理特性こそが重要なんです。クレバ卓球さんの接着剤がスポンジに与える負荷の軽減効果の解説にもある通り、サラサラしていることで接着剤がスポンジの微細な独立気泡の中に余分に入り込まず、非常に薄く均一な皮膜を形成します。もし気泡の中に接着剤が入り込んで固まってしまうと、その部分のスポンジがただのゴムの塊になってしまい、せっかくのスプリング効果が台無しになってしまうんです。なるほど。サラサラしているからこそスポンジの気泡を守ることができるんですね。でもケンジさん、ショップやネットではもっとドロッとした糊状の接着剤、例えばニッタクさんのファインジップなどを愛用している人もたくさんいますよね。あれを使うと何が起きるんですか？藤拓ブログさんの各種接着剤の塗布重量と操作性への影響の比較記事でも詳細にデータが出されていますが、高粘度の接着剤は形成される接着皮膜が必然的に厚く重くなりやすいという物理的特性があります。接着剤が重くなると、やっぱりラケット全体の重さに影響が出ますか？大いに影響します。高粘度接着剤を普通に塗ると、フリーチャック2に比べて数グラム単位で接着層の重量が増加します。また、厚いアクリルゴムの膜がラバーと木材の間に挟まることになるので、打球時に発生する微細な衝撃振動を接着層が吸収してしまう振動減衰効果が発生します。でもそれを打球感がマイルドになってボールをコントロールしやすいって好むプレイヤーもいますよね。おっしゃる通りです。適度なマイルドさを求めるなら選択肢としてはありですが、デメリットとしてラバー本来が持つ鋭い反発特性や手のひらに伝わる繊細な打球情報が阻害されてしまう傾向があります。ディグニックス05やテナジー05が持つ本来のピュアな弾性と抜群の仕掛かりを 100% ストレートに体感したいのであれば、やはりフリーチャック2のような低粘度タイプで極限まで薄く塗るのが物理学的には最も正しいアプローチになります。
接着剤といえば、よく上級者の人で、俺は2度塗りして打球感を調整してるんだよねっていうこだわりを持つ人がいますよね。これって科学的にはどうなんですか？卓球ラボさんの接着剤研究コラムなどで紹介されているバタフライの研究開発チームが実施した精密な実験データによると、水溶性接着剤を厚塗りした場合、薄塗りした時に比べてなんとラバー全体の反発弾性が 7.26% も低下することが実証されています。ひえー、7.26% ってめちゃくちゃ大きな性能低下じゃないですか。そうなんです。これは非常にシンプルな力学の原理で、乾燥した水溶性アクリル樹脂の層が分厚くなると、スポンジの気泡圧縮挙動を物理的に外側から強く拘束してしまうからなんです。ボールが当たった時にスポンジが自由に縮めなくなってしまう。その結果、プレイヤーが加えた打球エネルギーがスポンジのバネとしてではなく、接着層の変形による熱エネルギーとして吸収・廃棄されてしまうわけですね。せっかく弾むラバーを買ったのに、貼り方でわざわざ飛ばなくさせているなんて悲しすぎます。でも2度塗りをするメリットは本当にゼロなんですか？いいえ、タクティブメディアさんの重ね塗りコラムや赤い服ブログさんの調整法によると、ハードヒッターにとっては意図的な極薄の2度塗りが効果を発揮するケースがあります。一度完全に乾燥させた極薄の接着層の上にさらに極めて薄く重ねることで、ラバーと木材の間の微細な隙間を完璧に埋め、インパクト時の面としての密着度を極限まで高めることができます。これによって独特の硬く芯のある打球感と高い安定性が得られるんです。ただし、これを行う場合も曹操がルール上限の 4.0mm を超えないよう細心の注意が必要です。接着の奥深さが身に染みたところで、ここからは失敗しないラバーの性能を 100% 引き出すプロ直連の精密重複工法を段階を追って徹底解説していきましょう。まずは最初の接着剤をラバーとラケットに塗る工程ですね。はい、ここが全ての基礎です。極卓屋さんの貼り方ハウツーでも解説されていますが、まずは塗布量を正確にコントロールします。ラバーのスポンジ面、そしてブレードの打球面のそれぞれに、だいたい10円玉大のフリーチャック2を正確に落とし込みます。10円玉大ですね。これより多すぎると熱くなって弾みが落ちるし、少なすぎると途中で剥がれてきちゃいますもんね。ここからどう伸ばすんですか？専用のクリップスポンジを使い、ラバーの中心から外側に向けて円を描くように素早く一気に薄く引き伸ばします。バタフライ公式サイトのフリーチャック2使用法でも強調されていますが、水溶性接着剤は乾燥が早く、同じ場所を何度も往復してこすっていると、半乾きのゴムがダマになって表面が凸凹になってしまいます。一度のストロークで端まで塗り広げるイメージでスピーディーに行うのがコツです。特にラケットの端っこ、いわゆる外外周部分って塗り残しがちになりますけど、そこはどうすればいいですか？その通りですね。端部まで均一に塗布できていないと、プレイ中に台にラケットを軽くぶつけて拍子にそこからベロッと剥がれてきたり、端っこで打球した時にそこだけポコポコと弾みムラが発生する原因になります。クリップスポンジをラケットの端に対して平行に滑らせ、外周まできっちりかつ極めて薄く均一に接着剤を伸ばしきるようにしてください。接着剤をきれいに塗り伸ばしたら、次は乾燥ですね。サーキュースポーツさんの乾燥手順によると、接着剤が真っ白な乳保色から完全に透明になるまで乾かすのが絶対条件だそうですが。はい、そしてこの乾燥工程には、実は最も多くのプレイヤーが陥りがちな物理的な落とし穴が存在します。美咲さん、早く乾かしたいからってドライヤーの温風を直接スポンジに吹きかけて乾かしたことありませんか？あります。というか、温風の方が一瞬で透明になるから、いつも温風の強風で乾かしてました。それってダメなんですか？実はそれ、物理・熱力学的には絶対に NG なんです。ノートに投稿されているラバー針のノウハウでも強く指摘されていますが、ドライヤーを使用する場合は必ず冷風を使用しなければなりません。どうして温風はダメなんですか？早く乾くのに。スポンジに温風を直接吹きかけると、多孔質スポンジの微細な独立気泡内にある空気が熱によって激しく熱膨張を起こします。そうすると、ラバー全体が本来の設計サイズよりも過剰に引き伸ばされ、不自然なテンションがかかった状態で固定されてしまいます。そして貼り付けた後にラバーの温度が下がると、膨張していた気泡が元に戻ろうとするため、ラバーが内側に強く縮もうとする復元応力が発生し続けるんです。だ
から温風で乾かして貼ったラガーって後で剥がした時にびっくりするくらい小さく縮んじゃうんだ。その通りです。さらにその縮もうとする強い内部応力はブレード木材の心地よいしなりを物理的に凝らしてしまい、弾みが著しく低下し、打球感がガチガチに硬くなってしまいます。ですから乾燥を急ぐ場合でも必ず冷風を使い、基本の温度を上げずに水分だけを純粋に蒸発させることが極めて重要なんです。冷風でしっかり乾かして接着剤が完全に透明になったら、いよいよラバーをラケットに貼り合わせる瞬間ですね。ここでも大切な合言葉があるんですよね。はい、それが無引っ張り圧着です。極拓屋さんの解説や沢級スポーツさんの貼り方7ステップでも耳が痛いほど強調されていますが、ラバーを貼るときは絶対に引っ張って伸ばしながら貼ってはいけないという鉄則です。でもちょっと引っ張り気味にピンと張って貼った方がなんかテンションが追加されてピチピチに弾みそうな気がしちゃいますが、それが最大の罠なんです。ラバーを引っ張って引き伸ばしながらブレードに貼り付けると、ゴムの強い復元力によってラバーは常に元に戻ろう、縮もうとするストレス、内部応力を抱えた状態になります。この不要な応力はボールが当たった時にブレードがしなってボールをつかむというラケット本来の物理挙動を完全に阻害してしまいます。結果としてコントロールが極端に難しくなり、打球感が不自然にプラスチックのように硬くなってしまいます。確かに無理やり引っ張られて貼られたラバーってなんか窮屈そうでボールも素直に飛んでいかなそうですね。そうなんです。正しい貼り方は、まずラバーのロゴマークが位置するカタンをグリップの根元に正確に合わせ、そこからラケットの先端に向けて引っ張らずにただ自然に置くようにかぶせていきます。そしてローラーなどを使って圧着する際も、上からぎゅうぎゅう体重をかけて押しつぶすのではなく、グリップ側から先端へ、そして中心から外側に向けて内部の余分な空気を軽く押し出す程度に軽い力で転がすのが物理的に最も正しい工法です。外周カットが美しく決まると、それだけで自分のラケットに愛着が湧きますよね。ところでケンジさん、一部のトッププロやものすごく用具にこだわっている上級者がやっているというグリップ付近のプロ仕様の裏技カットについて教えてください。これ本当に効果があるんですか？お、ついにその領域に踏み込みますか？これは卓球ラボさんのディグニクス 09C レビューやカツオの卓球ブログさんの軽量化コラムでも紹介されている極めて高度な重量及び重心バランスのチューニング技術です。フォア面のラバーを貼る際に指が直接干渉するグリップ近傍で約 3mm から 5mm 程度のエリアにあえて接着剤を塗らずに塗布し、その部分のラバーをカットして取り除くという手法です。グリップの根元のゴムを数ミリだけあえて切り取っちゃうんですか？それってラケットの性能にどんな物理変化を起こすんですか？驚くべきことに、これだけでラバー全体の重量を約 4g から 5g も軽量化することができるんです。たった数ミリの根元を切るだけで 4-5g も軽くなるんですか？両面にやったら 10g 近い軽量化じゃないですか。そうなんです。ラバーの根元付近は意外と面積があり、重量が詰まっていますからね。さらに重要なのが、手元に近い部分の重量が削られることで、ラケット全体の重心バランスが先端にシフトすることです。物理的に言うと、重心が先端に移ることで慣性モーメントが高まり、同じ力でスイングしても、ラケット先端のヘッドスピードが遠心力によって劇的に加速します。結果として、ドライブの威力や中5陣からの引き合いでの破壊力が飛躍的に向上するんです。すごい！まさに一石二鳥、科学的な重心チューニングですね。でも何かデメリットはあるんですか？非常に高度なチューニングなので、グリップ近傍に接着されていない部分ができることで、台上処理などの極端に手元に近い打点で打った時に、ボールが全く弾まなくなったり、プレー中にそこから水や汗が侵入して接着が剥がれやすくなるリスクがあります。しかし、自分の限界出力を極限まで高めたいという本格派プレイヤーにとっては、一度試してみる価値がある非常に論理的なカスタム工法ですね。外周カットが美しく決まると、それだけで自分のラケットに愛着が湧きますよね。ところでケンジさん、一部のトッププロやものすごく用具にこだわっている上級者がやっているというグリップ付近のプロ仕様の裏技カットについて教えてください。これ本当に効果があるんですか？ついにその領域に踏み込みますか？これは卓球ラボさんのディグニクス 09C レビューやカツオの卓球ブログさんの軽量化コラムでも紹介されている極めて高度な重量及び重心バランスのチューニング技術です。フォア面のラバーを貼る際に指が直接干渉するグリップ近傍約 3mm から 5mm 程度のエリアにあえて接着剤を塗らずに塗布し、その部分のラバーをカットして取り除くという手法です。グリップの根元のゴムを数ミリだけあえて切り取っちゃうんですか？それってラケットの性能にどんな物理変化を起こすんですか？
驚くべきことに、これだけでラバー全体の重量を約 4g から 5g も軽量化することができるんです。たった数ミリの根元を切るだけで 4、5g も軽くなるんですか？両面にやったら 10g 近い軽量化じゃないですか？そうなんです。ラバーの根元付近は意外と面積があり、重量が詰まっていますからね。さらに重要なのが、手元に近い部分の重量が削られることで、ラケット全体の重心バランスが先端よりヘッド寄りにシフトすることです。物理的に言うと、重心が先端に移ることで慣性モーメントが高まり、同じ力でスイングしても、ラケット先端のヘッドスピードが遠心力によって劇的に加速します。結果として、ドライブの威力や中5陣からの引き合いでの破壊力が飛躍的に向上します。すごい、まさに一石二鳥、科学的な重心チューニングですね。非常に高度なチューニングなので、グリップ近傍に接着されない部分ができることで、台上処理などの極端に手元に近い打点で打った時に、ボールが全く弾まなくなったり、プレイ中にそこから水や汗が侵入して接着が剥がれやすくなるリスクがあります。しかし、自分の限界出力を極限まで高めたいという本格派プレイヤーにとっては、一度試してみる価値がある非常に論理的なカスタム工法ですね。ラバーの張り方、チューニングまで完璧にマスターしました。さあ、ここからは用具選びで最も頭を悩ませるラケットの木材との相性設計に深く切り込んでいきましょう。ケンジさん、ラケットの一番外側の木材が何であるかによって、ラバーの性能の出方はどれくらい変わるんですか？信じられないかもしれませんが、ラバーが同じでもブレードのウイバタ木材が変わるだけで、弾道、スピン量、球離れのスピード、そして打球感が全く別物になります。まず解説したいのが、アウター特殊素材ブレード、例えば大ベストセラーのビスカリアやパンジェンドン ALC などのウイバタとして世界中で多用されている琴材です。タコ日記さんの木材解説やレッディットテーブルテニシでのウイバタ比較スレッドによると、琴はアフリカ原産の非常に繊維が緻密で密度の高い広葉樹です。木目が白っぽく、時折フィッシュスケールが現れるのが最大の特徴ですね。フィッシュスケールのウイバタ、見た目がすごく美しくて、卓球マニアの間では当たりラケットだって崇められてますよね。琴材の物理的な打球特性はどうなんですか？極めて硬質で、球離れが速く直線的な軌道を描くという力学特性を持っています。そしてこの琴材のウイバタを持つアウター特殊素材ラケットとディグニクス05の相性は、力学的にまさに最上の整合性を誇るんです。最上の整合性、なんだか運命の赤い糸で結ばれてるような響きですね。どうしてこの2つがそんなに相性抜群なんですか？ディグニクス05はスポンジ高度40度という硬質な設計と非常に引き裂き強度の高い強靭なトップシートを有しています。このラバーのポテンシャルを限界まで引き出すには、インパクトの瞬間にラバーがブレードの硬さに負けずに、スポンジの気泡が奥底までしっかりと潰れきる必要があるんです。ウイバタギ硬質な琴材を採用したブレードは、ディグニクス05の背後でびくともしない強固な壁となって支えてくれるため、プレイヤーが加えたスイングエネルギーが逃げずに全てラバーの圧縮に使われます。これにより、前陣での目にも止まらぬ高速カウンタードライブや、相手の強烈なボールに打ち勝つカウンタースピンにおいて、比類なき威力と抜群の弾道安定性を実現するんです。なるほど。硬いラバーを押しつぶして最大のエネルギーを引き出すためには、土台であるラケットも硬く頑丈でなければいけないという物理の必然なんですね。じゃあ逆にテナジー05を琴材に貼るとどうなります？テナジー05を琴材に貼ると、テナジーの掴む球持ちに琴材の鋭いスピーダ性能がプラスされて、非常にバランスの良い攻撃力が出ます。しかし、球離れがやや速くなるため、繊細な退場技術やストップにおいて、ボールが意図するより早く離れて滑るような感覚になりやすく、コントロールに繊細なタッチが必要とされるリスクが伴います。なるほど。硬いものには硬いものというディグニクスと琴の物理。では、もう一つの代表的な木材。インナー特殊素材ブレード。例えば、インナーフォースレイヤー ALC などの上板に使われているリンバ材はどうですか？はい、リンバはアフリカ原産の中高度中密度の木材で、木目はやや不規則で毛羽立ちのある質感を持ち、打球時に心地よい微細な振動をグリップに伝える特性を持ちます。リンバはボールの衝撃荷重を適度にしなやかに受け止めるため、ボールとのコンタクト時間、つまり球持ちが極めて長くなるという物理特性を持っています。このリンバ材とテナジー05の組み合わせは、卓球界において黄金のクラシックシステムと呼ばれる力学的に完璧な相互補完関係にあります。黄金のクラシックシステム。なんだか伝統工芸品のような完成された美しさを感じますね。どうしてそんなに相乗効果があるんですか？テナジー05のスポンジ全体で深くボールを包み込むバネ効果と、リンバ材のしなりと振動吸収性が完全に調和するからです。
これによってスイングスピードが中程度であっても自動的にラバーにボールが深く食い込み、高い放物線を描くドライブを極めて容易に連打することができます。特に下回転に対するドライブの持ち上げやすさ、ラリー戦での圧倒的な安定感において、このシステムを超える組み合わせは現代卓球において他には存在しません。まさにドライブが勝手に入ってくれる感覚ですね。初心者からトッププロまで幅広く愛される安心安全の超王道システム。では、ディグニクス05とリンバ剤の相性は？こちらも非常に優秀なコントロール性能の補強になります。ディグニクス05の打球感の硬さをリンバ剤の柔らかさが適度にしなやかに中和してくれます。これによって前陣でのブロックやツッツキ、チキータが安定し、中後陣からの引き合いでも深い弾道で連打し続けられる高い操作性が得られます。なるほど。そして3つ目の木材。日本が世界に誇る高級木材、ヒノキ材についても教えてください。ヒノキは針葉樹特有の極めて緻密な年輪構造を持ち、表面はリンバよりもさらに柔らかく、独特の吸い付くような最高峰な玉持ち性能を誇ります。これと両ラバーとの相性はズバリ回転量の極大化です。特にディグニクス05と組み合わせた場合、シートの引っかかりの強さとヒノキの吸い付き感が相乗効果を生み、中後陣からの引き合いにおいて相手コートでバウンド後に沈み込む驚異的なスピンパワードライブが可能になります。うわー、ヒノキの吸い付きとディグニクスのスピン性能が合わさったら、もうスピンの限界突破ですね。ここまで木材相性まで完璧にわかりました。最後に視聴者様に向けて初期費用とコストパフォーマンス、耐久性を絡めたシチュエーション別の最終選定ガイダンスをお願いします。はい、最終結論です。ディグニクス05はテナジー05に比べて初期導入費用が約2000円から3000円ほど高価に設定されています。しかし前半に解説した通り、新開発の高機能ポリマーシートとスプリングスポンジ X の耐久性は極めて高い。テナジー05が 2,3 ヶ月で発火し劣化するのに対し、ディグニクス05は2ヶ月から4ヶ月以上初期のスピン性能を緩やかに維持し続けます。つまり張り替え頻度を減らせるため、年間のランニングコストで考えればこの価格差は十分に相殺、あるいはむしろディグニクスの方がお得になる可能性が高いんです。なるほど。高いからって敬遠してたけど、長持ちするならトータルのコストパフォーマンスはディグニクスの方が高いかもしれないんですね。これは目から鱗です。自分のプレースタイルが柔軟な束持ちと安全な弧線での連続両ハンドドライブ、テナジー 05× リンバローバン化インナー特殊素材化、あるいは強靭なパワー伝達と前陣での高速カウンター制圧、ディグニクス 05× コト常磐化アウター特殊素材化、どちらを目指しているかを厳密に見極めて、接着剤の乾かし方、絶対冷風や貼り方にまでこだわることが勝利への最短ルートですね。まさにその通り、用具を正しく管理し、科学的に整合性を合わせることこそが、現代卓球における勝率を高めるための最強の回答です。最高の深掘り解説ありがとうございました。科学の目で見ると、卓球の用具選びが何倍も面白くなりますね。皆さんもぜひ今回の徹底光るデータを参考に、自分だけの最高の組み合わせを見つけてみてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。